外国人留学生の皆さん、このカードを見たことがありますか？これはドナーカードと呼ばれるもので、正式には臓器提供意思表示カードと言います。日本では自分が亡くなった後に臓器を提供するかどうか、その意思をあらかじめ示しておくために使われるカードです。この制度は1997年10月に臓器の移植に関する法律、いわゆる臓器移植法が施行されたことをきっかけに始まりました。しかし現在、臓器提供の意思を表示している日本人は内閣府の調査によると 19.9%、およそ5人に1人にとどまっています。その背景には日本の文化や価値観も関係していると考えられています。日本には五体満足という言葉があるように、亡くなる時は遺体をできるだけ傷つけず、綺麗な姿で送りたいと考える人が少なくありません。そのため、本人が臓器提供を希望していても、家族や親族が心理的な抵抗を感じ、最終的に提供が見送られるケースもあります。また、日本では医療に関する本人の意思と家族や周囲の考え方が対立することもあります。実際に交通事故で重傷を負った子供が保護者の宗教上の理由から輸血を受けることができず、命を落としたという痛ましい出来事もありました。このような問題を考える上で重要なのが、自分の命や人生に関わることは自分自身が決めるという考え方です。日本国憲法ではこの考え方を基礎として自己決定権という新しい人権が認められるようになりました。こんにちは、パトです。このチャンネルでは日本人と外国人留学生の大学入試をもとに様々な異文化に関するお話を届けていきます。関心のある方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。日本国憲法、最後は基本的人権の尊重です。そして時代の流れとともに生まれた新しい人権のお話です。基本的人権の尊重。こちらですね。一般的にはこの3つを並べて日本国憲法の三大原理と説明します。しかし、憲法学にはこの3つをもう少し大きな視点で捉える考え方もあります。それが、こちらです。つまり、日本国憲法の最も大切な原理は、基本的人権の尊重であり、国民主権と平和主義は、その基本的人権を守るための原理だと考える見方です。考えてみると、国民主権とは、国民一人一人の権利を守るために、政治の主人公を国民とする仕組みです。このように考えると、すべての原理は基本的人権の尊重へつながっていると理解することもできます。これは数ある考え方の一つですが、私自身も、この考え方は日本国憲法全体を理解する上でとてもわかりやすい考え方だと思っています。以前の動画でもお話ししましたが、日本では3つの大切な事柄を並べて説明することがよくあります。そのため、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重を3つ並列に覚えても間違いではありません。大切なのは一つの答えだけを暗記することではなく、なぜそう考えられているのかを理解することです。皆さんが日本の大学や専門学校、大学院へ進学すると、先生によって説明の仕方や考え方が少しずつ異なることがあります。それはどれか一方が間違っているということではありません。様々な考え方を比較し、自分で考えることも大学でまたは専門学校で学ぶ大きな魅力の一つです。ですから、この動画で学んだことを土台として、ぜひ大学では多くの先生方の話に耳を傾け、自分なりの理解を深めていってください。さて、その基本的人権の尊重ですが、これも憲法の条文を詳しく見ていくと時間がかかるので、その原理についてお話ししていきます。
まずは基本的人権。このような権利が日本国憲法には定められています。自由権、平等権、社会権、参政権、請求権。大きくこの5つの基本的人権が保障されています。これを見てすぐお分かりになると思いますが、日本国憲法、実は他の動画でお話ししてきたヨーロッパの人々が命がけで獲得した権利が全て保障されているのです。まずは憲法に記されているそれぞれの権利を見ていきましょう。自由権、自由に生きる権利。自由権とは国家や権力から不当に干渉されることなく、一人一人が自由に生きることができる権利です。日本国憲法では基本的人権の中でも特に重要な権利としてこの自由権と、もう一つ平等権というのが保障されています。他の動画でも説明しましたが、自由権はもともとヨーロッパで王様や貴族の強い支配を受けていた市民たちが長い時間をかけて勝ち取った権利です。国家が国民を自由に逮捕したり、言いたいことを言えなくしたり、仕事を強制したりすることがあってはならない。そのような歴史的な反省から生まれた権利です。日本国憲法もこの考え方を受け継ぎ、国民の自由を保障しています。その自由権、実は大きく分けると、こちらの3つに分類されます。1、身体の自由。身体の自由とは、国が正当な理由もなく、国民の身体を拘束したり、生命や自由を奪ったりしてはならないという権利です。つまり、法律で定められた正しい手続きによらなければ、逮捕されたり、拘束されたり、刑罰を受けたりすることはありません。具体的には、奴隷的拘束及び区役からの自由。法定手続きの保障。住居への侵入や捜索、押収には令状が必要であること。拷問や残虐な刑罰の禁止などがこの身体の自由に含まれています。2、精神の自由。精神の自由とは、人が何を考え、何を信じ、何を学び、何を表現するかという心の自由を保障する権利です。例えば、自分の考えを持つ思想良心の自由、宗教を信じるあるいは信じない自由である信教の自由、自分の意見を発表したりデモや集会を開いたりする集会、結社、表現の自由、そして自由に研究し学ぶことができる学問の自由が保障されています。日本語で言う民主主義は、様々な意見を自由に発言し、お互いの考えを尊重することがとても重要です。そのため、精神の自由は自由権の中でも特に重要な権利と考えられています。何を考えてもいい。何を信じてもいい。けど、それを言葉にしたり実際にやってしまい、公共の福祉に反する。つまり、他の人に迷惑になれば、当然罰せられることもあるのです。そこら辺 100% 完全に何でもかんでも自由ということではないことを覚えておいてください。そして、3、経済活動の自由。経済活動の自由とは、生活を支えるための経済活動を原則として自由に行うことができる権利です。例えば、住居移転の自由によって、どこに住みどこへ引っ越すかを自分で決めることができます。また、職業選択の自由によって、自分が就きたい仕事を自由に選ぶこともできます。さらに、財産権の保障によって、自分の財産を持ち、利用し、守る権利も定められています。これは他の動画でも言ってた、いわゆる財産権ですね。このような経済活動の自由が日本国憲法では保障されています。このように日本国憲法は身体、心、財産という3つの面から一人一人が自由に生活できるよう保障しているのです。
しかし、自由だけでは本当の人権は守れません。自由と同じくらい大切なのが先ほどお話しした平等権です。次は平等権について見ていきましょう。平等権。平等権とは、すべての人が平等に扱われ、不合理な差別を受けない権利です。自由権と平等権は、日本国憲法における基本的人権の柱となる権利です。日本国憲法第14条には、次のように定められています。すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分、または門地により政治的、経済的、または社会的関係において差別されない。これを法の下の平等と言います。法の下の平等とは、法律はすべての人を平等に扱わなければならないという考え方です。人種や宗教、思想、性別、家柄や身分などを理由として不当に差別してはならないということです。ただし、平等とは全ての人を全く同じように扱うということではありません。例えば、障害のある人のためにスロープを設置したり、高齢者や妊婦のために優先席を設けたりすることは不平等ではありません。これらはそれぞれの人が安心して生活できるようにするための合理的な配慮であり、これも平等の考え方なのです。ここでもう一つ覚えておきたい考え方があります。それが法の支配です。法の下の平等と法の支配は、日本語が似ていますが、意味は全く異なります。法の下の平等は、法律がすべての人を平等に扱うという考え方です。一方、法の支配とは、国を治める人も法律に従わなければならないという考え方です。これまた、他の動画でお話しした通り、昔のヨーロッパでは、王様や権力者の命令だけで人を逮捕したり、財産を取り上げたりすることがありました。しかし、そのような社会では、人々の自由や平等は守られません。そこで、人ではなく法によって国を治めるという法の支配の考え方が生まれました。日本国憲法もこの法の支配を基本原則としています。これもここらにリンク出ると思いますんでね。こちらのね、動画の方でお話しした通りですので、よろしければぜひ参考にご覧になってください。例えば、警察が人を逮捕するときには、法律で定められた手続きが必要です。裁判所も法律と憲法に従って裁判を行います。国会が法律を作る場合も、憲法に違反することはできません。つまり、国民だけではなく、国や行政、裁判所などの国家権力も法律と憲法に従わなければならないのです。それが法の支配です。このように法の下の平等と法の支配があるからこそ、自由権や平等権は実際に守られる権利となっています。さらに、日本国憲法第13条では、すべて国民は個人として尊重されると定められています。これは、一人一人がかけがえのない存在として尊重されるという考え方です。そして、生命、自由、幸福追求に対する権利は、公共の福祉に反しない限り、国が最大限に尊重しなければならないとしています。また、第24条では、家族や結婚についても平等の考え方が示されています。婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により維持されなければならない。戦前の日本では、結婚は家同士の問題と考えられ、本人の意思だけで自由に結婚できない場合もありました。しかし、日本国憲法では、結婚は本人同士の意思だけで成立し、夫婦は対等な立場で生活することが保障されています。このように日本国憲法は一人一人の自由を守るだけでなく、すべての人を平等に尊重し、
その自由と平等を法によって守る仕組みを作っています。しかし、自由があり平等に扱われても、それだけで安心して生活できるとは限りません。病気や失業、高齢や障害などによって生活が困難になる人もいます。そこで日本国憲法は人間らしい生活を送るための権利として社会権も保障しています。次はこの社会権について学んでいきましょう。社会権、人間らしい生活を送るための権利。社会権とは人間らしい生活を送るための権利です。これまで学んできた自由権や平等権は国家が国民に必要以上に介入しないことで守られる権利でした。しかし、自由と平等が保障されていても、それだけで安心して生活できるとは限りません。病気になった人、失業した人、高齢者や障害のある人などは、自由があっても生活が困難になることがあります。そこで生まれたのが社会権という考え方です。で、この社会権については、ワイマール憲法のところでね、お話ししました。また、ここら辺にリンク出ると思います。この動画ですね、ここで説明してますので、よろしければそちらの方で詳しく見てください。で、この社会権は、国家が積極的に国民の生活を支えるという、考え方に基づく権利です。日本国憲法では、社会権として主に4つ、こちらですね。4つの権利が保障されています。生存権、教育を受ける権利、勤労の権利、そして労働基本権です。まず、第25条の生存権を見てみましょう。第25条第1項には、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると定められています。これが生存権です。健康で文化的な最低限度の生活とは、単に生きていればよいという意味ではありません。食事や住居、医療、教育など、人間らしく生活するために必要な最低限の生活が保障されるという意味です。この考え方に基づいて、日本では生活保護制度、年金制度、健康保険制度、介護保険制度など、様々な社会保障制度が整備されています。次に、第26条の教育を受ける権利です。すべての人はその能力に応じて等しく教育を受ける権利を持っています。教育は一人一人の可能性を広げ、社会で生活するための大切な権利です。続いて、第27条、勤労の権利です。働く意思と能力のある人が働くことができるよう、国は雇用の確保や労働環境の整備に努めなければなりません。さらに、第28条では、労働者を守るための労働基本権が保障されています。これは3つの権利から成り立っています。1つ目は団結権です。労働者が労働組合を作る権利です。2つ目は団体交渉権です。その労働組合が会社と対等な立場で賃金や労働条件について話し合う権利です。そして3つ目が団体行動権です。これは争議権とも呼ばれ、交渉がまとまらない場合にストライキなどの行動を行う権利です。この3つをまとめて労働三権、または労働基本権と言います。このような形で働く人たちの権利も守られているのです。さて、日本国憲法ではこのような権利を守るために国民が政治に参加するための権利も保障されています。これを参政権と日本語では呼んでいます。参政権とは国民が政治に参加する権利です。最も身近なものが選挙です。現在、日本では18歳以上の日本国民に選挙権が認められています。また、地方自治体では住民投票が行われることがあり、
その内容によっては18歳未満の住民が参加した例もありました。さらに憲法改正の際には国民投票が行われます。このように間接的にまた直接的に政治に参加する権利、この参政権が日本国憲法では保障されているのです。またさらにですね、人権が侵害された場合に救済を求める請求権なんてのも保障されています。例えば誰でも裁判を受ける権利を持っています。どんなに凶悪な犯罪を犯した被疑者でも必ず裁判を受けてから刑に服すことになっているのです。またその捜査とか裁判の際にですね、国家によって違法な被害を受けた場合、国に対して国家賠償を請求できる権利も保障されています。さらに請願権といって国や地方自治体に対して要望や意見を提出する権利も保障されています。このように日本国憲法は自由権、平等権、社会権、参政権、請求権などなど様々な基本的人権を保障しています。ここまで権利のお話をしてきましたが、権利があるなら当然義務も果たさなければなりません。そこで日本国憲法には3つだけ国民が果たさなければならない義務が記されています。それがこちらになります。1つ目、子供に普通教育を受けさせる義務。日本では小学校6年間と中学校3年間、合わせて9年間が義務教育となっています。2つ目、勤労の義務。健康で働く能力がある人は社会の一員として働くことが期待されています。ただしこの義務には働かなかったこと自体に対する刑罰はありません。3つ目、納税の義務。税金は学校や道路、警察、消防、医療、福祉など社会を支える大切な財源です。そのため国民には法律に従って税金を納める義務があります。もし税金を滞納すると、つまり払わないと督促や延滞金が発生し、それでも納付しない場合には財産が差し押さえられることがあります。さらに悪質な脱税では刑事罰の対象となることもあります。私も昔とても生活が苦しかった時期があり、一時的に税金の支払いが遅れたことがありました。役所から連絡があり、事情を説明した上で分割して納付しましたが、その時には延滞金というのもついてですね、税金以上に高いお金を支払うことになりました。税金は私たちの生活を支える大切なお金です。ですので、期限までにきちんと納めるとか、納めなかったらこの義務だけは刑罰が与えられるようなことがあるということが、あるんだってこともぜひ覚えておいてください。なお、日本留学試験ではこの義務に関して戦前の大日本帝国憲法と比較する問題がよく出題されます。大日本帝国憲法には兵役の義務、つまり男性がある一定の年齢になったら軍隊に入らなければならないという義務ですね。この兵役の義務がありましたが、現在の日本国憲法には兵役の義務はありません。この違いもぜひ覚えておいてください。さて、ここまで日本国憲法に書かれている基本的人権について学んできました。しかし、日本国憲法が施行されたのは1947年です。つまり約80年前に作られた憲法です。その後、日本社会は大きく変化しました。高層ビルが立ち並ぶようになり、自動車や飛行機が普及し、さらにインターネットやスマートフォン、SNS など、1947年には想像もできなかった社会になっています。当然、それに伴って新しい人権問題も数多く生まれました。例えば、個人情報をインターネットで勝手に公開されたらどうでしょうか。
あるいは自宅の前に高層マンションが建ち、一日中太陽の光が当たらなくなってしまったらどうでしょうか。さらに、自分の写真を無断で SNS に投稿されたらどうでしょうか。このような問題は日本国憲法には直接書かれていません。では、憲法に書かれていないから守られないのかというと、もちろんそうではありません。ここで重要になるのが日本国憲法第13条。こちらですね。第13条になります。第13条には、すべて国民は個人として尊重される。そして、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利は公共の福祉に関しない限り最大限に尊重されると定められています。この幸福追求権は人が人間らしく幸福に生活するための権利を幅広く保障する考え方です。そのため、この第13条は包括的基本権とも呼ばれています。つまり、個別に憲法に書かれていなくても、第13条の理念を根拠として、新しい人権が認められるようになったのです。これらをまとめて、こちらですね、新しい人権と呼びます。それでは、次に、この新しい人権の代表的なものを見ていきましょう。まず、環境権です。環境権とは人間らしく快適な環境の中で生活する権利です。例えば、高層ビルが建ったために家に日光、太陽の光が入らなくなったり、空港の拡張によって飛行機の騒音が昼夜を問わず続いたり、また大気汚染や水質汚濁によって健康が害されたりすると、人間らしい生活が脅かされます。これは第13条の幸福追求権だけでなく、第25条の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利に深く関わっています。高度経済成長期には、公害による健康被害が全国で大きな社会問題となりました。その反省から、環境を守るための法律が整備され、環境権という考え方が重視されるようになったのです。次、平和的生存権。平和的生存権とは、戦争の恐怖や暴力に怯えることなく、平和な社会で安心して生活する権利です。日本国憲法には、平和的生存権という言葉そのものは書かれていませんが、第9条の平和主義や第13条の幸福追求権、第25条の生存権などを根拠として考えられています。日本は第二次世界大戦で大きな被害を受けました。その経緯から平和の中で生活することそのものが人権として大切ではないかという考え方が生まれたのです。例えば、自分たちが住んでいる町に自衛隊やアメリカ軍の施設が建設される計画ができたとします。軍事的な施設が家の近くにあれば、戦争になった時、攻撃される恐れがあります。その攻撃の影響を受けて自分たちの生活、生存も脅かされるかもしれません。そこで、この平和的生存権をもとに、国の勝手な都合で一方的に基地を作ったり軍事施設を建設したりせず、近隣住民の理解を得た上で建設しなければならない。こんな考え方が生まれたのです。これが平和的生存権のお話となっています。はい。続いて、プライバシー権です。プライバシー権とは、自分の私生活や個人情報をみだりに公開されない権利です。現在では、住所や電話番号だけでなく、写真、位置情報、買い物の履歴など、多くの情報がデジタル化されています。そのため、個人情報保護法なども整備され、個人情報を適切に取り扱うことが求められています。さらに近年では、自分の個人情報を自分で管理し、誰にどこまで利用を認めるかを決める自己情報コントロール権なんていう考え方も重要になってきています。そして、この流れから言われるのが肖像権
です。肖像権とは自分の顔や姿を無断で撮影されたり公表されたりしない権利です。特に SNS が普及した現在では、友達との写真を投稿するときも相手の許可を得ることが大切だと考えられています。留学生の皆さんも考えてみてください。もし友達が自分の写真を勝手に SNS へ投稿したらどう感じるでしょうか。逆に自分が友達の写真を投稿するときはきちんと相手に確認していますか？このような身近な問題も肖像権やプライバシー権に関わっているのです。続いて自己決定権です。自己決定権とは自分の人生や身体に関する大切なことを自分自身の意思で決める権利のことです。一番最初にお話しした、こちらですね。ドナーカードのお話は、自分が亡くなった後に臓器を提供するかどうかを自分の意思、自己決定権で、決めるという制度です。そして、最新医療の現場では、医師から病気や治療方法について十分な説明を受け、納得した上で治療を受けるかどうかを決めるインフォームドコンセントという考え方も広く行われています。これも自己決定権を尊重する考え方です。次、知る権利です。知る権利とは国民が政治や社会について必要な情報を得ることができる権利のことです。日本語でいう民主主義では、正しい情報を知らなければ選挙で適切な判断をしたり、政治について意見を持ったりすることができません。そのため、知る権利は憲法第21条の表現の自由を根拠として認められてきました。現在では情報公開制度なども整備され、国や自治体が持つ情報を一定の条件の下で見ることができるようになっています。また、アクセス権という考え方もあります。アクセス権とは、国民が新聞やテレビ、インターネットなどを通して多様な情報に接し、必要に応じて反論や意見を表明する機会が保障されるべきだという考え方です。新聞やテレビは大きな影響力を持っています。そのため、一方的な情報だけでなく、多様な意見が社会へ届けられることも、日本語でいう民主主義では重要だと考えられています。そして、最後に、知的財産権です。知的財産権とは、人が創作した音楽や小説、絵画、発明、プログラムなどの知的な成果を守る権利のことを言います。代表的なものには、著作権や特許権があります。これは、憲法第29条の財産権の考え方をもとに発展してきました。このように社会が発展すると、それまで存在しなかった新しい問題も生まれます。そのために日本国憲法第13条の個人の尊重と幸福追求権という理念をもとに新しい人権が認められ、法律や制度も整備されてきました。つまり、憲法は約80年前に制定されたものですが、その精神は今も生き続け、変化する社会の中で私たち日本人の権利を守り続けているのです。いかがだったでしょうか。ここまで本当にお疲れ様でした。日本国憲法について、一緒に見てきたんですが、内容が多く少し長く感じたかもしれません。また、説明もね、こんな感じでね、普段授業だったら冗談とか言ったりもするんですが、もうただ淡々とね、みたいな感じで説明してきたんで、ちょっと眠くなったかもしれませんが、お疲れ様でした。ただ、この内容はですね、日本の大学や専門学校、大学院へ進学すると、様々な授業の中で何度も出会う大切な知識です。なぜなら、日本の政治、法律、教育、福祉、医療、そして私たち日本人の日常生活まで日本社会のあらゆる仕組みが、この日本国憲法の考え方を土台として成り立っているからです。特に外国人留学生にとっては、日本について知りたければ、
まずは日本国憲法を知れと言っても言い過ぎではないと思っています。留学生自身の国と日本とを比較することで様々な発見が必ずあるはずです。この動画は日本留学試験 EJU の総合科目対策として、制作しましたが、もちろん試験で高得点を取るのも大切です。けど、それ以上にこの動画を通して日本という国がどのような考え方を大切にしているのか、その背景まで理解していただけたらとても嬉しく思います。進学した後も授業でわからないこととかがあれば、ぜひもう一度このチャンネルに遊びに来てください。きっとその時には今日とはまた違った発見があるはずです。ぜひ頑張ってください。それではまたお会いしましょう。グッドラック。